ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。 IKEA では780点以上の新商品が追加されました。その中から注目の新商品を紹介していきます。そろそろ年末ということで、お片付けを私もちょっと徐々に始めてまして、今回当たりだった収納グッズがあるので、そちらも紹介します。まずは新商品です。とても素敵なデザインの鉢カバーが出ています。こちらの茶色い方は以前あったものの色違いとして出たんですけども、この有機的なカーブの形とブラウンのトーンがミッドセンチュリーなインテリアにもとても合いそうです。鉢カバーって意外と使い道がありまして、こんな風にリビングの生活感の出やすい小物なんかをしまっておくのにも使えます。リモコン縦にしているって方もいらっしゃいます。見た目おしゃれで結構機能的なんですよね。こちらはマットな質感がとても綺麗でした。北欧ナチュラルだけじゃなくて、どんなお部屋にも合わせやすそうです。こちら2つともですが、直径12センチの植木鉢をお使いの方にぴったりなサイズとなっています。価格は相変わらず安いですね。ナチュラルカラーの方は特に売り切れそうだなと思うので、早めにゲットされる方がいいと思います。続きましては、アイデアがすごいなと思った新商品です。こちらは踏み台なんですけども、なんと4面仕様になってまして、4面どちらからでもステップとして使えるというものになっています。でも思ったほど裾が広がっている台形ではなかったんですよ。2段目の方がかなりカーブかかってまして、丸みを帯びているので、そんな仰々しく感じないんだなと思いました。むしろおしゃれですらあるなと思いました。こちら最大荷重100キロとなってます。また高さが47センチとなってまして、ちょっと高めではあるんですが、予備の椅子としても使えます。こちらは黄色い値札がついています。これはカテゴリー内最安という意味です。やっぱり IKEA に来たらルームセットを見てワクワクしたいっていう気持ちありますよね。こちらのデスクにちょっと変化がありましたので、チェックしていきたいと思います。こちらにスコーディスという有効ボードが設置されています。このように机にクランプして使うことがもできる有効ボードになっています。クランプするパーツが別で売っています。このカラーもう生産終了と書いてました。在庫あるうちに早く買ってください。ちょっとデスクの目隠し的に使うこともできるんだなというアイデアをいただきました。続きましてはこちらのディスプレイなんですけども、こちらのダイニングチェアが新商品で、とても北欧らしいデザインとなっていて素敵なので紹介します。ちょっとクラシックなデザインなチェアなんですけど、なんとグリーンも出ています。このクラシックなデザインのチェアとポップなグリーンの組み合わせっていうのがすごく面白いなと思います。部屋が一気に垢抜けそうですよね。でまたこのグリーンもすごくトレンドのカラーですよね。でこの素材なんですけども、背もたれ部分は木材、バーチの木材でして、手触りも良かったですし、ちゃんとカーブになってまして、背もたれも座面の方もですね、座り心地が快適そうです。でこれ嬉しいのが、このナチュラルカラーもそうなんですけど、座面の高さが45センチなんですよ。最近 IKEA もまた45センチ増えてきてるんですよ。どういうあれなのなんかね、人類が進化していって座面高くなってるんかなと思ったら、最近は45センチもね増えてきてます。いや個人的にはありがたいですね。うちにあるダイニングチェアは47センチなんですよ。IKEA で買ったんですけど、やっぱね47センチって結構辛いです最近コジマジックさんの YouTube チャンネルで我が家に来ていただいて、その時紹介しているので、もしよかったらご覧ください。でこちらの新商品のダイニングチェアなんですけども、足もすごく細いデザインで素敵になっています。軽やかな印象になりそうです。ダイニングチェアお探しの方、ぜひチェックしてみてください。 IKEA にはとても大人気の本棚ビーリーというものがあります。このように扉をつけることができたり、ガラス戸をつけたりすることもできるので、汎用性がありとても人気です。またここ数年で再組み立てできるように変わりました。でそんなビリーから斬新な新商品が出たので紹介します。早速ご覧いただきましょう。なんと手前に引っ張り出すとテーブルが現れるんです。で IKEA お詳しい方だとご存知かもしれないんですけど、以前にもこのようなテーブル付きのビリーがありました。ただこれは引き出して引き戻せるだけであって、完全に机が隠れるわけではありませんでした。こんな感じ
そこが大きく変わったポイントです。これは完全に本棚として面が揃いますので小スペースですよね。一人暮らしの方とかお部屋が狭い方、使いたい時だけテーブルが出せるっていうのはすごくメリットがあるんじゃないでしょうか。本棚が実際ここに本とかね入ってくると片手では難しいと思います。すいません、ちょっと足使っちゃいましたけど。というわけで変身する本棚でした。もう一個棚行きます。こちらも IKEA の代表作であるカラックスという棚なんですけども、 IKEA よく行かれる方はこの違和感気づきますか？何？なんか違うみたいな、違和感を感じた方も引き返さなくて大丈夫です。実はこのカラックス6マスっていうのが今までなかったんですよ。今までこの8マスと4マスはあったんですけどね、カラックスは奥行きがしっかりある棚ですので、このように立てても横にしても使える棚となっています。マス目がねちょうどスクエアなんですよ。またこのように足を使って浮かすこともできます。いや6マスなかったんですかね。なんか本当それぐらい自然に馴染んでますけど、ちょっと意外ですよね。カラックスの特徴としましては、このように引き出しや扉、ボックスなど様々なアクセサリーが用意されていることです。本当にバリエーションすごくたくさんあります。なので隠す収納もできますし、ディスプレイも楽しめる棚となっています。6マスっていうバリエーションが増えましたので、さらにいろいろ活用の幅が広がりそうです。収納の流れからこちらのボックスを紹介したいと思います。紙製のボックスなんですけども、いろいろ出てまして、今回この新商品の白いボックスを購入しましたので紹介します。他にもいろいろサイズカラーバリエーションありますので、収納したいものに合わせて選ぶことができます。で、実際組み立てとか強度とかどんな感じなんていうのをねちょっとお伝えしていきたいなと思います。梱包された状態は薄いので持って帰ってくるのも簡単です。で、組み立てですけども、4箇所手でこうネジをくるくるする必要があります。別に工具とかは不要なのでそこまでめんどくさくはなかったです。なんか穴みたいな場所があるんですけど、それを先に貫通させておく方が組み立てやすいかなと思いました。で、素材は紙なんですけども非常にしっかりしているなと思います。ここの取っ手になるのかな、この開口部分は切りっぱなしとなっています。頻繁にね触るとこじゃないんで今のところ気になってません。 DVD、ブルーレイなどのメディアを収納するのにちょうどいいなと思います。また単行本など入れるのにもいいかなと思いました。私今までこのプラスチックのケースでしまってたんですけど、これからもこれはこれで使うんですけど、なんかダイソーでこれ買ったんですけど、もうねいくら探してももう見つからないんですよね。追加で買いたくても残念です。あんまり読まない漫画はこちらに入れて、廊下に奥行きのある収納があるんですけど、その奥側に置いてます。で、結構最近子供も漫画読むようになってきて、ずっと電子版派だったんですけど、最近はちょっと紙もね買うようになってきまして、ちょっと増えてきたので、今度はこの白いボックス、今回買った紙のボックスに入れていこうかなと思います。プラスチックより紙の方が見える場所に置いてても気にならないっていう個人的な感覚はあります。漫画入れても DVD とか入れても強度的には心配ないなと思いました。で、こちらは IKEA のリールベリー、いつもわからんくなる、どっち？レールベリーのシェルフの一番下に置きました。かなりねこのオープンシェルフ収納力あるんですよね。こうやってボックスを使うと。ちょっと注意点としては、この取っ手から中身がチラ見えすることです。ちょっと中身のものによってはこんな風に怖い見た目になってしまいます。で、ここから中身がチラ見えできるので、ラベリングは今のところしてないです。ちょっと中身がよく言えばわかるということで、これで安心して漫画も増やせます。今回紹介したこちらのシリーズなんですけども、他にもこのボックス、大きいタイプのボックスですとか、あとマガジンファイルボックスもあります。でも頑丈ですし、
見た目も綺麗ですし、お値段もお手頃で揃えやすいと思います。ただ引き出しはねちょっと個人的にギシギシ言って使いにくいなと思いました。そろそろね年末ということで皆さんお片付けをねしたいって方もいらっしゃると思うんですよ。ナチュラルカラーが特徴のプルピンクラというシリーズがあるんですけども、収納ボックスにバリエーションが増えていました。蓋付きの収納ケースとなっています。でこちらのサイズはベッド下なんかにも使いやすそうです。かなり頑丈な取っ手がついていますね。取っ手の裏には通気口がついています。高さのあるタイプもあります。クローゼットの上の方でも使いやすそうです。無印に似たようなのありますよねちょっと思ったんですけど、あれと本当似てて、内側もコーティングされているところも一緒ですね。 IKEA のワードローブパックスシリーズとぴったりに作られているとも書かれていました。使わないときはこんな感じでぺったんこになります。季節物の衣類ですとか寝具とか入れるのに良さそうです。ただ中身は全くわからなくなるのでラベリングは必要になってきそうです。続きましてはスクープシリーズなんですけども、新商品ではないんですが盲点だったなと思う商品がありまして紹介します。で結論大正解だったんですよ。自分のクローゼットでずっと下着の収納がうまくいってなかったんですね。でそういえばこういうのあるなと思って購入してみました。この吊り下げ収納のこういう風に引き出しとして使うっていう印象が強かったので、その単品で使うっていう発想がね思い浮かばなかったんですよね。ほんといろいろ調べてて、この仕切りをねほんといろんな会社の製品を見たんですけど、で結果 IKEA に戻ってくるっていう。今日ね値段もいろいろ見たんですけど、この価格で買えるなら全然試してみるのありだなって思いました。皆さん知ってました？こちらの商品使ってるっていう方いらっしゃいますか？もしいたらぜひコメントで教えてください。活用例など。実際に私の活用例を紹介したいんですけど、荷姿はこんな感じでちょっとね細長い感じになってます。なのでこうネギみたいにねカバンから飛び出る感じで持って帰ってきました。いや使わん時こんだけぺったんこになるってかなりすごいですね。長いけど。で組み立て方なんですけども、いやちょっとこの紙スクープって書いてあるこの紙がね2枚入ってて、何が違うんって思ってしばらく眺めてました。どちらも日本語の表記あるし、ちょっともう諦めたんですが、組み立てはここをこう開きまして、そこをねマジックテープがついてるので合わせてこうペタってするだけです。めっちゃ簡単ですよ。でスクープをお使いの方はもうご存知の通りすごく軽いです。で持ち手は短手方向長手方向両方にあります。なのでどっち向きを前にしても使うことができますね。でこちらがそのずっと悩んでた収納で、その衣装ケースの引き出しの中にこれを入れて仕切りにしてたんですよ。でもなんかこの仕切りがこう自立はしてるけど、このくちゃってなってなんかね汚く見えるんですよね。実際汚かったんですよ、入れ方を丁寧にしても。でそれが仕切れてるようなんだけど、でも結局くしゃってなるからどこのマスなんみたいなもうわからんくなるし、すごいねストレスだったんです。なので仕切りがちゃんとこう自立しているものがいいなと思いまして、これにしてみました。で夏のタンクトップとかまた長袖とかいろいろあるので、こうマスの大きさが違うのもかえっていいなと思いました。で私はタンクトップとか長袖をしまったんですけど、靴下を入れるのにしてもすごくいいと思います。一マス一マスにね綺麗に収まります。あとベルトとかもいいですよね。でどう変わったかなんですけど、私のこれクローゼットでして、衣装ケースをここになんかミニサイズを入れてたんです。でもここ別に引き出しである必要ないよなって気づいて、この引き出しをなくしてさっきのスクープの仕切りを直接置くことにしました。もうそうすると引き出さなくても上からポイって入れられるし、なんならもうそれでいいやんっていうことになりました。最初はこう夏物冬物みたいな感じで2段にこれを重ねようかなとかも思ったんですけど、もう意外とこの1段で収まりました。でここに置いてみて気づいたんですけど、下の引き出しにめちゃくちゃ幅ぴったりじゃないですか
いやもしかしてこれ入るんちゃうと思って下の引き出しに入れてみました。めっちゃ気持ちよく収まりました。ちょっと奥行きは2センチぐらい隙間ありますけども、こんな風に衣装ケースの仕切りとしても使うことができると思います。ただこの衣装ケースがもういつ買ったかわからんぐらい昔のもので正体は不明なんですけど、こんな使い方もできるよという一例でご紹介しました。ちょっと前の動画で紹介したベージュでステンレス製のスタイリッシュなゴミ箱があるんですけど、そちらの同シリーズのものを紹介していきたいと思います。こちらはトイレブラシです。これ一番正直欲しいなと思いました。めちゃくちゃスタイリッシュですよね。カラーもとてもおしゃれですし、スチール製っていうのがすごくスタイリッシュに見せてるなと思います。ゴミ箱もセットで使えばさらにおしゃれかなと思います。これなんか梱包状態がすごいコンパクトで、ちょっとほんまにこれって心配になる似姿はしていました。でトイレブラシの先端は付け替えできるんじゃないかなと思ってます。どうなんでしょうかわからない、ちょっとまだ確認できてないんですけど、こちら99円で購入することができます。ここさえ取り替えれば長く使えますのでコスパいいですよね。でこれ側はスチール製なんですけど、内側はプラスチックのカップがこのように入ってます。丸みを帯びてますのでお手入れしやすそうだなと思いました。こちらのシリーズ本当素敵で、タオル掛けとウォールシェルフが出ています。上に映ってるのがウォールシェルフで、オンラインサイトで見ると上下逆に設置されてますね。これフックが3つついているのでそっちが下側な気がします。でこちらはタオル掛けで、ここに小物置きのトレイがついています。タオル掛けはかなり大きめとなっています。トイレとお風呂が分かれた日本の様式にはちょっと合わないかもしれませんが、めちゃくちゃおしゃれですので模様替えなどを考えられている方はぜひチェックしてください。新しくクリスマスのディスプレイができていました。めちゃくちゃ可愛いですね。ほんとこの時期はワクワクします。赤のパーソナルチェアに赤色のサイドテーブルと赤色でコーディネートされています。このフレームすごく可愛くないですか？赤色の。いやこんなアート売ってへんやろと思って見てたんですけど、なんとこちら包装紙なんですよ。めっちゃ可愛いし素晴らしいアイデアですよね。いやこういうアート系って結構お金かかったりするのに、これならめちゃくちゃコスパよくできるしいいなと思いました。でまたフレームのいいところは壁があれば飾れるっていうとこですよね。もう飾る場所ないですもん、うちも床がない。で真似したいなと思われる方向けにちゃんとセットで置かれていました。こちらの包装紙と赤色のフレームも安くてびっくりです。カラフルなインテリアされてる方ぜひいかがでしょうか。でクリスマスディスプレイグッズなんですけども、また私は1個追加で購入してしまいました。こちらのツリーにも飾られていますけどもの赤色のリボンです。もう紙製ですぐ折れちゃいそうで買うのためらってたんですけども、やっぱり可愛いなと思って買うことにしました。あと実際ツリーを飾ってみてやっぱり欲しいなって思ったんですよね。いや本当に気を使って持って帰ってきました。開けるとこんな感じになってまして、クリップがついてるんです。でこのクリップが結構ちゃんとリボンと固定されていました。折り紙よりは厚みがあって厚紙よりは柔らかいペラペラです。こんな風にトップにつけたらとっても可愛いです。で紙であることのメリットとしてやっぱ軽いっていうのがあるなと思いました。軽いので飾りやすいなと思いました。箕面焼きの技術を取り入れたメイドインジャパンの食器がIKEAから発売されました。私はこのお茶碗のようなサイズ感のものを購入予定です。見た目からは伝わらないかもしれませんが軽いです。従来の 20% ほど軽量化というふうに IKEA のサイトには書かれています。全部で9種類もあるんですよ、サイズ展開が。全てメイドインジャパンです。残念ながらアジア圏のみの発売と今は聞いています。デザインもとてもいいですよね。しっかり使い込んで次回レビューしますね。平日限定で丼メニューが日本では出ました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。